れは鏡です。家具コーナーです。食品を0度以下で凍らせ犬が寝ています。炊飯器を電球と言います。高いところで作業をするときに。皆さんこんにちは。今日はホームセンターで日本語を学んでいきます。それではホームセンターに行ってきます。ホームセンターに到着しました。メイクマンというお店です。それでは早速行きましょう。植物コーナーに来ております。植物コーナーにはいろいろな花や木、観葉植物があります。こちらではたくさんの種類の花の苗が売られています。色とりどりの花があってとても綺麗です。これはサボテンです。水をあまりあげなくても大丈夫なので簡単に育てることができます。私も小さい頃サボテンを育てていたことがありますが、めんどくさがり屋なので水をあげずに枯らしてしまったことがあります。どのサボテンも見た目はとても可愛いですが、一つ気をつけなければいけないことがあります。それはサボテンにはトゲがあるということです。このトゲは鋭いので触ると怪我をするかもしれません。だからサボテンを見るときは目で楽しみましょう。手で触らないようにしましょう。今は家電コーナーに来ています。掃除機が並んでいます。掃除機は部屋を掃除するときに使います。こちらの掃除機はコードレスのタイプで持ち運びが便利です。こちらの掃除機はコードがついていて給電しながら掃除機をかけます。こちらは冷凍庫と言います。食品を0度以下で凍らせて保存します。これは冷蔵庫と言います。先ほどの冷凍庫とは違い、2度から7度で食品を保存するために使われます。この商品はおすすめされています。値段は49,800円で売られています。照明のコーナーに来ました。これは電球と言います。最近の電球はほとんど LED が使われています。LED は明るくて電気の無駄が少ない電球です。昔の電球と違って熱くなりにくく、長く使うことができます。ここは時計のコーナーです。時計にはいろいろな種類があります。この時計はデジタル時計といって数字で時刻を表します。反対にこのタイプはアナログ時計といい、針で時刻を表します。こちらの時計は置いて使うので置き時計と言います。逆にこちらの時計は壁にかけて使うので壁掛け時計と言います。ここは防犯カメラのコーナーです。防犯とは犯罪を防ぐことです。防犯カメラは家やお店を守るために使います。防犯カメラを使うことでトラブルを予防したり、証拠を残すことができます。安心のために一つあるといいですね。キッチンコーナーへ来ました。これは蛇口といって水を出したり止めたりするところです。これはシンクといって水が流れる場所です。これはコンロです。料理をするときに使います。上にあるのは換気扇です。空気を入れ替えるためのものです。これは IH ヒーターと言います。電気抵抗を利用して鍋やフライパンを温めます。これはガスコンロと言います。先ほどの IH とは違い、ガスの力を使って加熱します。これは洗面台と言います。洗面台。脱衣所にあることが多いです。歯を磨いたり、
顔を洗ったりするところです。これは鏡と言います。鏡。これは浄水器と言います。下の装置で水をろ過して上からきれいな水が出てきます。これはトイレと言います。近づくとセンサーが反応して自動で開きます。これは洗濯機と言います。洗濯機は服などを洗濯するときに使います。これは扇風機と言います。暑い時や部屋の空気を循環させたい時に使います。こちらは炊飯器コーナーです。この中にお米とお水を入れてボタンを押すと美味しいご飯が出来上がります。こちらは皆さんも知ってはいると思いますが、電子レンジと言います。物を手軽に温めることができます。こちらはフロアマットのコーナーです。お家の床に敷くマットです。こちらは一見木でできたように見えますが、実際は塩化ビニルという素材でできています。この模様のことを木目調と言います。これは人工芝です。プラスチックなどの素材でできています。本物の芝生ではありません。人の手が加わることを人工と言います。反対に本物の芝生のことを天然芝と言い、人の手が加わっていない自然な状態を天然と言います。家具コーナーに来ました。ここでは組み立て式の家具が売られています。これらは2人掛けのソファーです。ソファーでは座ってくつろぐことができます。これはダイニングテーブルと言います。ダイニングテーブル。日本語名では食卓テーブルと言います。このテーブルは一般的にはリビングに置かれていて、家族と食事をするときに使います。魚のコーナーに来ました。水槽がたくさん並んでいます。水槽の中で魚が泳いでいます。こちらにはエビが3匹集まっています。茶色の子犬が寝ています。名前はチョッパーくんです。資材コーナーに来ました。資材コーナーには DIY をしたり物を作るための道具が売られています。こちらは木材のコーナーです。建築などで使われる木の材料を木材と言います。これは一輪車と言います。一輪車。タイヤが一つなので一輪車です。土や砂などの重いものを運ぶときに使います。これはレンガと言います。土や砂などを焼いて作った硬いブロックです。レンガに穴を開けて笑っているようなデザインにしています。これははしごと言います。はしご。高いところで作業をするときに使います。これは草刈り機と言います。草刈り機。この機械を使うことで簡単に草を切ることができます。彼は草を刈っています。これは熊手と言います。熊手。ゴミをかき集めるときに使います。熊の手に似ていることから熊手と呼ばれています。ここまで見てくれたそこのあなた、ありがとうございます。このチャンネルではこれからも日本語について分かりやすく発信していきますのでよろしくお願いします。ではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。